どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はソニー α7 IV がね、2026年でも十分に使えるのか、7V じゃなくて、こっちでおすすめな人っていうのはどんな人なのか、これをね、ちょっと徹底的にね、皆さんにお話ししていきたいなと思っております。この7-4って僕がね、購入したのは2022年の夏です。発売は2021年の12月なので、半年ちょっとぐらい経ってから購入したんですが、もう3年以上のね、間僕はね、手放さずにたくさんね、使い続けてきました。ただですよ、皆さん、そう、これですよ。2025年の末、ついに後継機が出ました。それが α7 V ですよね。詳しくはね、この α7 V レビューの方を見てほしいと思いますし、たくさんの方がね、見てくれたんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりこのね、7-5が出たことによって、7-4とか、あるいは7-3からね、この α7 V の乗り換えをね、検討している方も非常に多いんじゃないかなと思うんです。一旦ね、ラインナップが出揃ったことによって、今ね、選ぶべきカメラはどれなのかっていうのを僕のね、目線でしっかりとね、お伝えしていきたいと思います。というのも、このね、動画を撮りたくなったきっかけが、7-4のね、中古価格の下落なんですよ。このスペックでね、20万円以下で今確認ができるぐらい安くなってきてます。これは結構話が変わってくるじゃないですか。なので、それらを踏まえた上で、今ね、7-4の方が最適な人、あるいは7-5をね、しっかりと乗り換えて使った方がいいっていうね、ところの、いろんな総合的な話をね、行えたらと思いますので、ぜひね、参考にしてみてもらえたらなと思っております。ではですね、このね、7-4ってどんなカメラなのか、振り返りながらやっていきたいと思うんですが、このモデルはソニー α のベーシックラインですよね。7シリーズ、7の無印ラインっていうのがベーシック。写真も動画も両方ともね、ある程度両立してできるような、そんなカメラですよね。センサーもね、正真正銘3300万画素のフルサイズセンサーになっていますので、いわゆるこういったね、ミラーレスカメラの中で、最も大きいセンサーになりますと、スマホのね、センサーのサイズがこの大きさとした場合、そこから1インチセンサーサイズでこれぐらい。で、APS-C センサーだとこれぐらいで、ソニーの7シリーズっていうのはフルサイズのこれだけ大きなセンサーとなるんです。センサーが大きければ大きいほど、背景がボケやすかったりとか、暗いところでも明るくね、撮れるような特徴があったりすると思うんですけれども、多くの人がね、憧れるこのフルサイズというカメラ、そしてこの前のモデルの7-3というのがね、ソニーさんのカメラの中でも最も売れたと言っては過言ではない、バグレモデルの7-3の待望の新機種となって登場していた、そんなね、モデルになっています。僕もね、この7-4を買った時に、YouTube のね、撮影とかいろいろとやってたんですけど、ただ一番ね、やっぱり自分に大きな何かをもたらしてくれたのが、写真を好きになれたというところなんですよ。僕もともと動画しか作ってなくて、もうほんと映像にしか興味がなかった。写真とか別に撮らんしって感じだったんですけど、7-4を買ってから写真がね、めちゃくちゃハマって、すごい楽しかったんですよね。というのもね、このカメラってシャッター音もね、こんな感じで、しっかりとしたものがあるので、すごいね、撮影体験が非常にいいんですよね。あとはこの中央部分にファインダーがあることによって、光軸ずれのないね、しっかりとこう構えて写真をね、撮ることができると。ここもね、やっぱりスマホとは全然違ったね、撮影体験があると。で、このカメラね、3300万画素なんで、やっぱちょうどいいというか、日常仕様とかでも結構画素数がそれなりに2400万よりもプラス1000ぐらいあるから、やっぱりね、拡大したりとか、結構ね、やっぱ繊細に写ってくれるっていうところで、僕はね、本当に愛用して写真っていうものをね、ハマらせてくれた、そんなカメラになってるんです。で、あとね、やっぱりこのカメラを買ってすごいね、やっぱ良かったなって思うのが、E マウントの資産の恩恵ですよね。ソニーのカメラってここ E マウントシステムっていうところで、この E マウントのレンズを使うことができるんですけど、E マウントレンズがやっぱり業界の中でもトップクラスに種類も多いし、やっぱ技術力もすごいし、あと小型軽量になりやすいんですよね。なので、この7-4と本当にいろんなね、レンズを組み合わせて、もうだいぶ撮ってきましたよ。もう画質の最高峰で言うと、もう G マスターレンズからね、もうコンパクトな G レンズとかね、あとはサードパーティー系のね、ビルトロックスのね、超望遠側のね、単焦点レンズ 135mm f1.8 みたいなのがあるんですけど、あれとかでもめちゃくちゃ撮ったらさ、このまま広告に使えるんじゃないかってぐらいさ、もうすごい印象的な写真じゃないですか。今見ていただいてると思うんですけど、もうこういったね、レンズによる表現幅っていうのが本当に無限大なので、どっちかっていうともうカメラだけじゃなくてレンズをね、変えてしまえば、もうずっと使い続けられるというか、たとえカメラが4、5年前のモデルだとしても、レンズは最新のものを使えばいいわけなので、そういったね、見方もあるかと思うので、やっぱりこの E マウントシステムにこう参加できるっていうところが、やっぱりね、ソニーのカメラを使って買ってみて、何よりもね、ダイレクトに表現幅が増える恩恵だったなと感じています。ではね、7-4の基本スペック見ていきましょうか。この7-4の最もね、注目すべきポイントっていうところが、
画像処理エンジンなんですよ。Beyond XR になってるんですよね。1個前のモデルの7 III があったと思うんですけど、ここからの大きな進化っていうのが画像処理エンジンの世代が1個チェンジしてるんですよね。ちなみにね、この7 5っていうのは Beyond XR2 になるんですけど、X と XR、XR2 で言うと、X と XR が一番大きな違いになるんで、X か XR がどうかっていうところをまずはね、ちょっと考えておくべきかと思うんですけど、この X から XR2 になることによって画質とかスキントーンがね、とにかく向上してくれたんですよ。結構ね、ダイレクトにね、もう色の方向性とか色の再現性っていうのも違ってきますし、特に大きかったのが動画のね、画質ですね。動画のね、色の振動が8ビットから10ビットっていうね、色情報、データが持ってるそのものの色の多さっていうのもね、全然ね、改善というかもうめちゃくちゃ多くなったりとかで、映像ってなるとね、やっぱすごいね、変化がありました。7.4で唯一の、気になるところで言うと、動画撮影時のところですね。4K60 フレームっていうね、より高フレームレートな撮影時に 1.5 倍のクロップ制限っていうのがあるんですね。これが何かというと、本来ね、撮れるね、画角の中から 4K60p にした場合に 1.5 倍の拡大表示に勝手になってしまうと。この7.5ではそのね、制限もなくなったし、なんなら 4K120 フレームの、スローモーションとかまでね、撮れるようになってるんですけど、やっぱりこれがね、大きな一番の懸念点ではありますよね。正直この 1.5 倍することによって、それなりにね、やっぱりデジタルのクロップなんで画質も劣化してしまうし、あとはボケの量もね、レンズで変えたものとは違ってボケの量も少なくなってしまうんですよ。だから動画撮影で最高画質で撮りたいなら24フレームとか30フレームの 4K で撮っておいた方が綺麗になるっていうところがあるんですけど、ただね、今いろいろ経て考えとしては、24p、30p 撮れれば十分なんじゃないかっていうふうに思っています。というのもね、僕は他のカメラもあるからっていうのは大前提ではあるんですけど、思い出を撮るとか日常を撮るってそんなスローじゃなくてもいいってなってきたんですよ。もちろんスロー撮れたら表現幅としては広いっていうのはあるんですけど、なんならリアルな美しさというか、リアルな今っていうものを残すという視点では別にスローじゃなくて24フレーム、30フレームで撮ることができるのであれば、もちろんそれがね、一番綺麗な画質で撮れるので、必ずしもこの 4K60 っていうのが必須でもないのかなと思うし、もちろんね、撮れた方がいいけれども、24p、30p であれば、オーバーサンプリングっていうね、ただの 4K よりもね、ちょっと綺麗なんですよ、この7.4って。なんで、撮影の用途次第では、ここはね、気にならないかもしれないなと思っています。とはいえね、僕はもともと動画制作っていうところからの視点でやってたんで、やっぱりスローモーションの映像って大事だったりするし、表現としてやりたくなるし、どっちかというと動画撮影においては作品向けっていうよりかは、やっぱ記録用のカメラだなと思いました。なんで、ちょっと動画作品、映像作品を作りたいという方は絶対 FX シリーズの方がいいし、なんなら7.5とかの方がいいんですけど、普通に動画を思い出として残したいぐらいであれば、全然ね、これでもいいかなと思うし、てか別に 4K スローモーションぐらい、普通にこれぐらいの映像はね、全然撮ることができるので、この画質で満足できる人はそんなにね、気にしなくてもいいのかなとも思ったりはします。で、あとサブチャンネルでね、FX2 を購入したっていう理由がある動画があるんですけど、あっこでね、言ったのが、結局広角レンズ 16-35mm とかを使った場合に、実質 16mm から 52mm ぐらいで使えたりするんですよっていう話をしてたんですよ。どういうことかというと、1.5 倍クロップがかかってしまうので、広角のレンズを持っておけばレンズ交換せずに寄れちゃうというのがあるんですよ。画質のデジタルクロップですけどね。でこれって FX3 みたいなちょっと画質がね1000万画素ぐらいしかないものだと 4K で 1.5 倍クロップができないので、かえって一人でね海外で取材したりする時とかは逆に役に立ったと。商品のねプロダクトのインサートを撮るってなった時に 35mm にして 1.5 倍かければ 50mm とか、それはそれで使い勝手は良かったシーンはあるので、一概に否定はできないなっていうのが今のところです。っていう感じでね、僕は結構今でも好印象ではあるんですけど、でもとはいえね、7.5と違いをね知っておいてほしいなっていうところがいくつかあるので、それをねピックアップしていきますね。こっちが7.5、こっちが7.4になるんですけれども、まず一番大きな違いが作りで言うとモニターですね。モニターの構造がまるで違います。7.4ってこのねモニターがバリアングルモニターになってるんですけど、こういう風にね自由自在にフリーアングルになってるんですけど、この7.5に関してはこれバリアングルももちろんできるんですが、このままねこれね、このままチルトもできるんですよ。これが最高で、このまま開けると。光軸をね、ずらさない、このファインダーとモニターが中心のまま、こうやって撮ることができる。なんで写真家さんはね、こっちの方が好きだったりするんですけど、でも動画だとこっちの方がね、自撮りできたりするっていうのが良さあるんですけど、それが両方叶うモニターなんですね。で、しかもモニターのね、サイズ、ディスプレイのサイズも違くて、こっちが3インチ、で、こっちが 3.2 インチなんで若干大きくなってると。で、あと解像度ですね。これ倍ぐらい下がって103万ドットと210万ドットになります。だからね、モニターのね、綺麗さっていうのが7.5が圧倒的に綺麗なんですよ。もうこのね、モニターだけでも買い替えたくなっちゃうぐらいね、モニターがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。
ここはね、どうしてもやっぱ差が出てきています。とはいえ、バリアングルなんで、できないことが少ないね、モニターではあるので、チルトだとね、絶対自撮りができなかったりはするので、表現幅、使いづらさっていうところは人それぞれありますが、でもできることはね、ほぼ一緒とは言えると思うんで、ここをね、目をつぶれる方は、ここをね、あんまり気にしなくてもいいかもしれませんね。で、あと写真性能の違いに関してなんですけど、こっちのね、7-4であれば、高速連写が、秒間10コマまでになるんですね。要は連写で1秒間に10コマ撮影ができるんですけど、7-5はね、なんと3倍の30コマまでいけちゃうんですよ。で、しかもブラックアウトフリーっていうね、このモニター画面がね、一回一回暗くならないんですよ。ちょっとやってみるけれども、こういう風に連写すると、一回一回画面が暗くなってるじゃないですか。これがね、こっちの7-5だと、こういう風に画面が消えずにね、そのままブラックアウトフリーで撮ることができるんですよ。なので、よりこう、撮影しながら被写体の動きとかをちゃんと確認することができたり、アングルをずっと見ながらね、撮ることができたりするんですね。これなんで違うかっていうと、そもそもセンサーのね、構造がちょっと違うくて、7-4っていうのはディメン照射型になっています。で、こっちが部分積層型になってるんですね。で、この部分積層型センサーっていうのは、撮像部の上下に高速回路をね、積層配置することによって、センサー全体で読み出しがね、より高速なセンサーになってるんですね。これによって連写であったりとか、高速なね、被写体をね、撮影するときに非常にね、有利になってきます。なので、動画撮影時はね、ブリージング現象っていうね、ちょっとこうカメラをね、こう対象物が斜めになってしまうみたいな、これはね、センサーの読み出しに関わってくるんですけど、これもね、だいぶと抑えられてたりするので、7-5っていうのはやっぱり高速なね、センサーを搭載しているというところがあります。で、さらに新しい新機能として、7-5はプリ撮影の有無っていうのがあります。これはね、シャッターをね、半押ししてから押すまでのね、1秒間を遡れるんですよ。なんでシャッターを半押ししておくと、プリ撮影っていうものができるので、半押しをしておいて、いざっていう時に、撮り始めると。そうすると、押したところから1秒間遡って撮影ができる。撮り逃しがかなり減ってくるっていうね、そんな強みもあるんですね。あとはね、このセンサーとエンジンのね、改良によって AI オートホワイトバランスっていうのもあるので、これはね、いろんなね、AI のね、データによって、そのね、シーンに合わせて最適なね、ホワイトバランスを測定してくれると。そんな機能があるんですが、これね、実際に比べてみると、確かにね、人のね、スキントーンっていうのが変わってきたりはするので、特にね、やっぱりスキントーンのね、拾い方がすごくうまくはなってるので、こう、モデルとか自分のね、周りの友人とかね、家族を撮るっていう方には非常にね、ここは助かるところかもしれませんね。で、あとはダイナミックアクティブ手ブレ補正も搭載しています。これはよりね、手ブレ補正が強くなるメニューからね、はい、アクティブ補正っていうのがあるんですけど、これはね、ソニーの7-4とか他の機種でも入ってますが、これがもう一個上のダイナミックアクティブまで使うことができます。画角はクロップされるんですけど、よりね、こう手ブレを防止させた、よりね、強いね、補正をすることができるので、ここのね、違いもあったりはしますね。で、あとは熱耐性の向上ですね。この α7-4 って、結構ね、熱停止するっていうようなことが言われていたりするんですけれども、僕もちょっとあったかなぐらいかな。あんまり気にせず使えていましたが、ただ7-5の方がよりね、そこの同じ条件だとしても、こっちの方がね、熱停止しにくくなってたり改善されているので、ここもね、大きな違いにはなってきます。で、あとはオートフォーカスですよね。ここもね、やっぱり違うくて、7-5っていうのは AI プロセッシングユニットっていうね、ソニーの本当に優秀な認識精度のね、プロセッサーみたいなのが入ってるんですけど、これが入ってることによってね、被写体検出のね、機能がめちゃくちゃ良くなってるんですよ。そもそも検出できるね、項目っていうのが、こっちであれば、人間動物とかではあるんですが、こっちだと昆虫とかね、飛行機とか列車とか、より細かなものをね、検出することもできるし、その精度も上がってるし、なおかつ、被写体検出をそもそもオートにすることができるんですよ。7C2 もね、僕は持ってたりするんですけど、7C2 っていうのは AI プロセッシングユニットが入ってるんですよ。なので、このオートにできるっていうのはほんまに使いやすくて、なんでかっていうと、例えば、こうペットを撮りたい、愛犬を撮りたいな時に、ペットと人っていうところがこうカメラ内に入ってこうフレーム内に入ってると、じゃあどっちを撮るかっていうのが難しくなってくるんですよ。ペット撮りたい時はペットに合わせたいし、一緒に撮りたい時は人に合わせたいな時に一回一回変えるのめんどくさいじゃないですか。なんで一気にね、なのでもうそれも自動で判断してくれるっていうのがめちゃくちゃ使いやすかったりするので、ちょっとねここはね差は大きいかもしれません。とはいえ7-4でもめちゃくちゃ AF は優秀ではあるので、シンプルにね何かを撮るだけとか、ちょっとねこう難しい昆虫とかを撮らないとかであれば全然ねこれでも活躍できると思うので、ここもね使用用途次第かなといったところですよね。でその他の違いとしては、電力消費もねかなり良くなったりとか、あとは7-5は USB-C ポートが2つあったりするので、電源供給をしながら外部出力であったりとか、動作をね2つ掛け合わせて USB-C 端子を使うことができると。であとはねカラープリセットの増加ですね。ソニーのカメラってねクリエイティブルックっていうね、これは Beyond XR 搭載の機種になるんですけど、ソニーのいろんな色味をね楽しむことができて、これが結構いいんですよね。特に FL っていうカラーが僕は好きだったりするんですけど、この
FL が2つ新機能として入って FL2、FL3 っていうね、プリセットみたいなものが増加している。ここも大きな違いになってきます。このクリエイティブルックっていうところで言うとね、そう、僕のね、ソニークリエイターズバンドルっていうものをね、ぜひ皆さん紹介させてほしいなと思うんですけど、これはね、ソニーカメラに専用設計した、プリセットとラットのね、バンドルになっています。この Beyond XR 以降のね、機種ってソニーのクリエイティブルックが使えるとお話ししましたが、このクリエイティブルックをね、活かした、それを元に設計したプリセット、僕のね、色編集っていうものをね、楽しんでいただくことができるんですね。クリエイティブルックをね、選択したまま色の編集をね、するようにしているので、クリエイティブルック搭載機種のローデータをね、このプリセットを当ててあげるだけで、それにね、最適な色味をね、いろいろと楽しんでいくことができます。で、しかもポートレートとか、要はモデルさんとか被写体とかをね、撮ったものに関しては、スキン補正をね、もう自動で適用するバージョンもね、入れているので、人物の肌補正っていうものも勝手に実行してくれるような仕組みにしています。プリセットだけのね、パッケージのものもありますし、あとはね、もう一個ラットがあって、ラットっていうのはね、映像も同じように、写真と同じように、フィルターみたいなものをね、被すことができるんですが、これも6つのね、オリジナルラットを作っていて、これはね、派手すぎないっていうものをね、テーマに設計しています。で、このラットもね、もうソニーカメラ専用設計しているので、どういうところかっていうと、スタンダードカラー、シネ2、シネ4カラー、そして S-Log3 にね、全部に対応させたラットになっています。全部っていうか、それぞれのラットを専用にね、作っている、パッケージに入れてるっていうことですね。で、あとはカメラ内にインストールするためのね、専用ラットまで入れてるので、計6種類が4通りあるので、24種類のラットが入っています。このね、ラットを当ててあげるだけで、どのね、撮影スタイルで撮っておいたとしても、基本的にはいい感じにね、最適なラットを当ててあげれば、すごくおしゃれでね、基本的には普通に撮ったらね、絶対出てこない色味になりますので、僕がね、本当に長年培ってきたね、カラーの僕なりのいいなと思う方向性をね、詰めたものになってますので、両方ともセットがね、ソニーのクリエイターズバンドルっていうんですけど、単品ずつでもいいと思うんで、ぜひよかったらね、試してみてもらえたらなと思います。概要欄にね、チェックしておきますので、ビジュアルパークというね、オンラインショップから遊びに来てください。はい、ということで、だいぶとね、理解深まってきたかと思いますので、2026年現在の価格事情をやっていきましょうよ。7.5出たことによって、やっぱりね、必然的に前の機種って下がっていくじゃないですか。そう、ここがね、穴場なんですね。まずね、ちょっと面白いのが、新品購入をね、検討してる方なんですけど、これめちゃくちゃおもろいのが、僕がよく使う富士屋カメラさんとか、マップカメラさんのところでね、確認をするとですね、なぜか、ズームレンズキットの方が安いという、全然意味わからへん現象が起きています。ボディ単体だったら31万9700円程度なのに、レンズキットだと30万5000円ぐらいになってるんですよね。これなんでですか？全然意味がわからへん。レンズキットの方が売れなかったとしても、レンズがついてるんだったらこっちの方が高くなるでしょってところであるんですけど、謎っすね、これ。変わる可能性あるんですけど、今だったらズームレンズキットの方が得っすね。この動画時点ではね。7.4のキットレンズは FE2870mm というね、F3.5 か 5.6 というところで、正直なところ使いやすいかもしれないんですけど、やっぱり F 値的にもあんまりちょっとボケづらかったりとか、画質のキレっていうところも他のレンズに比べるとやっぱ物足りないっていうところはあるんですけど、でもね、自分が好きな画角を知るとか、一旦ね、ちょっとこのプラスで買っといて一緒に使うっていうところでは、それなりにね、使えるかもしれないんで、あと買い取り上限額でね、1万5000円ぐらいだったと思うので、いらなければ売っちゃったらいいかなってところではあるので、もしよかったらね、検討してみてください。で、一方でこの7.5の価格が実売価格ですね、37万5000円ぐらいになってますので、この価格はね、意外と安かったなってところですね。42ぐらいいくかなと思ってたんですけど、登場して37ぐらいだったんで、安いなって正直なっちゃいました。値段だけ見たら高いんですけど、完成度から見るとちょっと安いなと感じましたね。なんで価格差意外と7万円くらいしかないっていうところなんですけど、でもね、中古ですよ、皆さん。そう、この動画を作りたい理由は中古っていうところが本当に結構いいところなんで、中古という選択肢をね、結構僕は提案したいです。僕ちなみにね、中古カメラは結構買いますよ。で、今まで僕は良かったんかもしれないですけど、今までトラブルはそんななかった。僕はね、中古は富士屋カメラかマップカメラで買ってて、富士屋カメラの方が安い気がするんですけど、マップカメラはポイント還元とかがあるからね、中古だけは。でも機種によるかな。僕はね、中古も全然買ったりするんですけど、なんとね、この撮影時のね、最安値がですね、19万2800円でマップカメラで並品を確認しました。並品なんで、ちょっとね、傷とか使用感とか、何かしらのね、使用された跡っていうのは絶対あると思うんですけど、でも安くない ?20 万円金の7を、じゃあこれで良くないってなる人絶対いるっすよね。それこそ1ヶ月ぐらい前はね、21万円台とかで確認していたんですけど、ちょっとやっぱもうちょっと安くなった感じがしてますね。とはいえ並品なんで、僕はね、備品か良品をね、選ぶようにはしてるので、そこら辺になると21万円からって感じかな。仮にね、21万円で購入できたとすると、7.5って今、中古ほぼないし、7.5新品で買うなら37万でしょ。
差額16万とかなってきますよ。だからもう G マスターレンズ買えるんですよ。今撮ってる FE35mm F1.4G マスターとかも、まあ新品だとちょっと高いけど、中古とかもう12、3万、14万ぐらいかなであるんですよ。全然そんなのが買えてきます。なんで7-4とこう10万円ぐらいのね、いいレンズを1個買ってみるっていうのが僕は一番提案したいかな。で、この7-4ね、しっかり楽しむならやっぱ10万円ぐらいのね、レンズはやっぱ必要になってくるようなイメージはあって、まあ、とはいえね、10万円以下のレンズは結構いろいろとあって、例えば FE55mm F1.8ZA っていうレンズですね。これね、めちゃくちゃ人気のレンズで、まあ、ちょっと昔のレンズなんですけど、すごい解像度と、まあ、色のりもめちゃくちゃいいし、発色もいいし、ソニーって癖がないレンズが多いんですけど、これはね、癖っていうか特徴が個性があるようなレンズかな。まあ、ツアイス製のレンズというところで、非常にね、こうパキッとして繊細な写りをしてくれる。まあ、僕はね、めちゃくちゃ気に入ってるレンズだし、あとは 40mm F2.5 のね、G レンズっていうのもあって、これはね、こうテーブルフォトであったりとか、サクッとね、気軽にね、身近なね、何かを撮るっていうのはね、非常にね、愛用してるんですけど、これも8万円ぐらいで買えて、中古だと6万円ぐらいでね、あるそんなレンズになってますね。で、あとはシグマの 2870mm F2.8 のコンテンポラリーですね。とにかく万能で明るいレンズを1本使いたいなら絶対これかな。土定番でもあるレンズなんですけど、28の広角側から 70mm まで望遠で、全域で F2.8 まで下げて撮影することができるので、まあ、ほとんどの撮影がこれ1本でね、補えるんじゃないかなと、そんなレンズになっています。まあ、ソニーの E マウントレンズめちゃくちゃあるんで、もう動画にね、しっかりとしていますので、よかったらこれら見てみてください。もう多分ね、ここで欲しいレンズ見つかるんじゃないかなと思います。はい。で、ちなみにね、皆さん今この動画、このね、紹介動画のこの動画のカードっていうのは、これね、YouTube クリエイターパックという僕たちが作ってるダヴィンチリゾルブプラグインをね、使って一発で出せるようになっていますので、よかったらね、この辺もチェックしてみてください。はい、それでは最後にぶっちゃけね、7-4の使いにくいところというか、購入検討の方に向けて、注意点みたいなところをお伝えしていきたいと思います。まずやっぱり動画性能は完璧ではないというところですね。僕はね、24フレーム、30フレームの、要はスローモーションしない動画だったら全然いいかなと思うんですけど、やっぱり 4K60 のクロップ、4K120p が撮れないとかね、そういったところ、あとローリング現象が非常に出るカメラなので、この同じセンサーの7-4、7C2、FX2 というカメラはローリングめちゃめちゃ出てくるので、カメラを振ったらね、すごい車体が斜めになっちゃうので、ここら辺がね、作品向けではないようなところがあるんですけど、そういった用途ではすごく注意がね、必要になってきます。で、あとね、そもそもソニーってクロップが多いんですよ。例えばブリージング補正とかアクティブ手ブレ補正というね、ものを使っていくとですね、こう画角がクロップってなっていくんですね。で、僕もともと 20mm のね、G レンズ F1.8 のレンズをね、一緒に7-4と買って最初使ってたんですけど、狭いっす。自撮りできない。全然。20mm からアクティブ補正で 22mm とか、で、ブリージング入れたら 24mm とかなっちゃって、狭くねってなっちゃって、ルミックスだったらね、そこまでならないんですけど、だからね、28スタートのズームレンズは動画ユーザーはちょっと注意が必要です。用途次第ではあるんですけど、28ソニーでね、使うと結構しんどい時多いんで、ここはね、一個注意かなと思います。で、あとはこのタッチパネルみたいな感じなんですけど、これ最近のソニーのカメラでね、ここのタッチでこうレッグとかがね、回せたりとか、で、これね、出したり、直したりできるんですけど、これがね、ちょっとこっちではできなかったりするので、ここら辺のモニターのね、使い勝手、そして解像度はね、こっちが倍ぐらいいいので、ここはね、結構撮影体験非常にね、違いが出てくるかなと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回ね、この7-4、2026年、今現在どうなのかっていうところで、そんなね、テーマでお届けしてみましたが、全然ね、十分、いいカメラですよ、本当に。結論としては結局ね、写真撮影の割合が多くて、連写撮影もしませんよっていう方は、もう全然これで十分ですね。一方で、よりやっぱ動画のね、撮影をしたいよっていう方、4K60 フレーム、4K120p で、よりね、こう、作品ライクなものも撮っていきたいよっていう方、あるいは業務仕様とか、それこそ特にウェディング系の撮影とかですよね。そういった用途だったらめちゃくちゃいいと思うんで、このね、最新の7-5をね、選んでいただくのがいいかなと思います。やっぱソニーうまいね。7-5やっぱこんな魅力的になると思わんかったからさ、価格も割と高くて結構突き放すんだろうなと思ったら、ちょっと届きそうなね、価格でしっかりと進化してきた。でもそれに伴ってありがたいことに7-4がね、入手しやすくなった、より買いやすくなったっていうね、側面もあるかと思いますので、ちょっと今回ね、両方使った身として、いろいろとね、率直にね、お話しさせていただきました。で、なんならね、7C2 というね、選択肢もありますけど、7C2 には 7C2 ならではの魅力があって、7-5、7-4にしかない魅力もあって、詳しくはね、この動画でね、もうめちゃくちゃ紹介しているので、よかったらね、見てほしいなと思うんですけど、7C2 ってめちゃくちゃ売れてるカメラで、やっぱり結局さ、このコンパクトさで持ち運びたいと思いやすいっていうところがすごい一番のね、理由だと思うんですよね。なんで結局カメラって買ったはいいものの、使わなければ何も意味がないので、はい。ディスプレイ監視用として買うなら別ですけど、やっぱり使ってこそ、どれだけね、撮ったかで、そのね、
買った価値っていうのが決まるかなと思うので、スペックとかできることの他に実際に使ったかどうかが一番のね指標にした方がいいかなと思うので、やっぱりねカメラだけにこだわるよりレンズにするのか、あるいはもうちょっと小さいカメラにねするのか、そういったいろんなね視点で判断していただければいいんじゃないかなと思っております。ということで皆さん今回ねこの辺にしたと思います。この動画がね役に立ってよかったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてソニークリエイターズバンドル、これねソニーカメラ専用設計したものになっていますので、興味の方はねこちらもチェックしてください。ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。